皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画で射撃法の原理を説明しました。その時使用した例では、現象を表す関係方程式が微分を含まない一般的な式である場合を考えました。しかし、射撃法を応用する多くの問題では、現象を表す関係式が微分方程式であることがほとんどです。そこで今回は、このような場合における射撃法の適用方法を説明します。計算例は前と同じにしましょう。現在地から水平距離で1万8000メートル離れた場所の高さ1000メートルの位置に直径1センチメートルの的が固定されているものとします。これをライフル銃で狙います。こんなに遠くの小さな的を目視することは困難ですが、とりあえず見えるとしましょう。また空気抵抗がなく、ライフル銃の弾丸は放物線を描いて的に到達するものとします。弾丸の初速度 V0 を500メーターパーセックとするとき、的を正確に撃ち抜く射撃角シータはいくらになるでしょう。現在地に XY 座標の原点を置きます。X は的への水平方向の距離、Y は垂直方向の高さとします。この時、弾丸の軌跡は空気抵抗がなければ、1式で簡単に表されます。ここで、的の位置は、x xt イコール1万8000メートルにおいて、y イコール yt イコール1000メートルであり、その位置は2式で与えられます。しかし今回は、1式のような現象を表す関係式が微分方程式で与えられる場合について考えます。射撃角の初期推定値をθ0として的を狙います。そこで、そのような式を作るため、1式を x で微分し、あえて微分方程式を作ります。初期条件は3式で与えられます。ニュートン・ラプソン法の目的関数を4式で与えます。この式の関数の値を0にする射撃角θが本問題の解となります。そこで反復計算に必要な式を5式のように設定します。また、5式をθで微分した6式も必要です。ここで式を理解しやすいように y をθで微分したものを w と置き、6式を7式のように表します。5式と7式を8式へ適用し、反復計算を行います。しかしながら、この計算を行うには w の値が必要です。そこで、2式をθで微分し、新たな微分方程式、すなわち9式を設定します。初期条件は10式の通りです。それでは計算手順を説明します。1、射撃角の初期推定値θ0を設定します。
2、2式と9式を連立させて x イコール0から xt まで積分し、xt における y と w を計算します。3、これらの値を5式と7式へ代入し、f シータ df by d シータを計算します。4、これらの値を8式へ代入し、新しい射撃角の推定値シータ i プラス1を計算します。5、11式の判定を行います。6、判定条件が満たされたら計算を終了し、満たされなければシータ i プラス1をシータ i に置き換えて2からの計算を繰り返します。計算プログラムを作り、計算を行いました。今回は微分方程式を積分しなければならないため、計算時間が長くなり、また収束回数は20回程度と多くなりました。計算結果を図に示します。本計算条件では、的を撃ち抜く角度θに2つの解が存在します。これらは射撃角 26.3424 度と 66.8375 度です。射撃角 26.3424 度へは広い範囲の初期値に対して収束可能でした。しかし、射撃角 66.8375 度へは初期値をその解のごく近傍においても収束せず、計算を繰り返すたびに解から遠ざかり、最終的に 26.3424 度に収束しました。すなわち、射撃角 66.8375 度に対しては、収束範囲が非常に狭いことが分かりました。これは射撃角が 66.8375 度の場合、大きな山を描いた後にターゲットに到達するため、わずかな角度の違いでも x イコール18000メートルにおける y の値が大きく異なってしまうことによります。この問題は積分値の精度を上げることである程度まで解決できるかもしれませんが、そうしても解決できないかもしれません。これは明らかに現象を表す関係式が微分方程式であるときに生じる射撃法の欠点です。ただし今回の例では解の一つは安定して得られ、それが実際に選択されるべき解であるため、大きな問題ではないという人がいるかもしれません。しかし数学的には解がもう一つ存在するにもかかわらず、これを得ることができないのですから大きな問題です。いずれにせよ、このような問題を見つけ出して課題とし、これを解決すれば論文を書くことができるようになります。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。